ハローワールドニュー漫画先輩ショートカットです。私です。変わってないセームミー。よしさあじゃあ今日もやっていこう。今日は何をやるかというとですね、湯本図原稿。これはスタッフの湯本氏ミスター湯本の過去の原稿だ。嬉しい恥ずかしい過去原稿ですね。これの背景が書けんやねんと、どうなってるんじゃというのを直せという指令が来た。よし、じゃあしっかり直していこう。じゃあ基本はバックグラウンドルームに悩みがあったと頑張って書いてるんですけど、パース合ってないですねというのを察している。察した。じゃあちょっとそれを確かめてみよう。パース、つまり透視図法がねちょっとおかしくなってるかもしれないから、それを実際の原稿でやってみよう。じゃあ机にデスク。さあサイレンの響きが立ってるところでちょっとそっちぐらい待ちましょう。これ見えますかね。わあ相変わらず綺麗な部屋だね。っていうかなんていうかそうじゃない。まだ一体4曲いかないのもあります？かわゆい。なぜ読み上げたりだってね。ただの嫌がらせだこれ。よし。ここがね今気になってると。よく書けてると思うんだけどね。で実際パッと見悪くないけど、一応確認してみようか。でまずこのコマ、そのコマのパース感がどうなってんのか。なんとなくこのベストやこういう机あたりから、じゃあここら辺にみんなどうも全ての線が集中してるのかなと思いきやそうでもないみたいなことになっているのが本人的にもご不満なのではないだろうかという。ただね、いいんですよ。ずれることも当然あると思うの。なぜなら部屋のものがそんなに均等に並んでない場合ですよ。この人がすごくざっくばらんな性格で、机もね、棚も本棚もベッドもね、斜めに置いてある可能性はあるわけだよね。机の部屋の配置的に。その場合はさ、こういうこともあるからいいんだけど、整頓する人は多分平行に家具を置くはずので、だとすると若干何かがおかしい可能性は出てくるよね。でそうした時にそうだな、ベッドのこっちの面を見せてあげるのを生かすんだったら、なんかあんまりね中心の真中央に集まる点があると対称感、シンメトリーが出すぎてちょっと絵的に収まり悪いこともあるんだけど、今回はちょっとこの構造を生かしてどこら辺にしようかなみたいな。だからもう一回ね小出点を取り直しちゃえばいいと思うんですよね、ざっくり。この辺りかな。でそしたらこの辺りかなっていうのが決まったら、もうちょっと一旦もう一回これで整理していくみたいな。ここだともう今回ここにするのだと。であとはもうそれさえ決まっちゃえば、もうザクザクここに向かって書いていく。バニッシングポイントね。デスクラインもブックシェルフラインも全部ここに調整していくんだけど、漫画先輩的にはそろそろこれを書くことに飽きてきて漫画先輩クラスになるともうこれペン入れいけんだよな気持ちになってくるんですね。なんでドラフトを書いているのかという気持ちになっちゃうので、もうこれはペンを入れていく。これでいきましょうか。もうこれぐらい入ってるとペン入れられちゃうんだよね。ちょっと調整しながらもうそれでガツガツ書いていく。横の線っていうのはね、横って何？サイドラインね。ホライズン的な。ホライズン的な。ラフ段階ではまだ線がちゃんとここに向かってなかったりするんでね。それを調整しつつ全ての線を向かわせつつ書いちゃう。こことここの間均等だとこのぐらいかな。針に当たっている方はちょっと細めに書いてあげる。ちょっとねこれたまたまうまくいったけど、なんかこの本棚の高さもうちょっとじゃあ横に出てるなみたいなのがあって、ここを均等にした結果地面との接地のバランスがおかしいみたいになったら、ちょっと足を追加するみたいなことができちゃうわけで、若干デザイン変わるけどあんな細かいとこ見てないだろうみたいなことでなんとかしちゃったりします。この辺りに出てくるディティールとかもこの段階で
高さをちょっと変えてあげたりすると違う変化が出るかもしれない。本棚とか結構ね暗いと思うんですよ実際。なのでここら辺を暗めに影を入れていくと一点通しの場合に横幅、ここのサイド幅はあまり見えないんだよね。だから方針としてはこんな感じで一つずつ全てのものにこっちに向かっていけばいいのよと、ブックシェルフ書いた。でブックシェルフ2段書くと、本2段ぐらいあるわけで、それ若干低いんじゃねみたいなことに気づき始めるよね、この段階では気づかなかったけど今見ると気づき出したりするで、だったらもうせめて本棚2段ぐらいやろうと始めて。こういう椅子難しいよね、このカーブついてる椅子ね。もうなので書きやすい感じにしつつやっちゃおう。上下に全てやらせるとちょっと大変なので、5ミリぐらいの線は全部フリーハンドでかけちゃうと早いよね。これとこけせ難しいのは、こういうのがカーブしてるときね、手でスッとまっすぐフリーハンドで入れられるといいんだけど、厳しかったらテンプレートね、曲線の定規があるのでそれでやってもいいよね。マージンポイントに向かって定規使ってやっていくじゃないですか、その時に定規の厚みとか右手の厚みとかでなんかズレが生じると、どこまで合わせるんだみたいなことに迷っていると、どんどん定規を使うのが辛くなっていくんですけど、どうしたらいいですか？確かにそうだよね。一番多分今意識してるのはやっぱりペン先が触れる場所だね。そこだけ意識してるな。多分大まかなこういうバニッシングポイントのラインが見え始めたら、もうここはあんまり意識しないかも。この流れが見えてきているならば、こことここが見えるなら、どことどこ？この一番上のパースに向かう線と一番下のパースに向かう線が見えるなら、1個2個がもうここがあるなら、ここら辺によってもう見えるというか、ちょっとでもなんかこうなると、この間のある線としておかしいなみたいなのが分かるようになってくると思うんですよ。まず1個目2個目のラインだけはしっかりいくけど、それ以外はもう勘でやっていく。勘で、あんまりここ意識しない。意識しちゃうと遅くなっちゃうから、間にある線は脳内パースに沿ってるかどうかの手元の線で判断している。そういうことです。ナイス解説。わかるけどわからんみたいな感じですね。あと机の上に物が乗らないんですよ。もう乗っちゃったけど。乗ったね。まず机の上ってまずぴったり乗ってるわけないじゃないですか。ちょっとこう斜めになってたりするよね。その場合って今も正面に置いちゃったんだけど、ちょっとね消失点を横にずらしてあげたりするといい。ここにバニッシングポイントが横にスライドした状況であればちゃんと乗る。上下にこれがずれちゃうとおかしくなっちゃう。だから例えば今このベッドの上に本が載ってると、で本が少し斜めに置いてある時に、ちょっとこっちにこれをずらしてあげて、ここに向かってでこっちにずれる分、これが平行だからちょっとこっちに上がるんだよな。ここが、もう真正面のバニッシングポイントだとこういう箱が今あるんだけど、こっちに向かって動くとどうなるかっていうと、こういうことになるので、ちょっと今度はこっちになっていく。このラインが
ぐるっと上がって斜めになっていくのですよ。なのでこの本もこっちね、これがこっちにさらにつれてこっちがぐるっと上がっていって角度がつきましたみたいな。床と平行じゃなくなっている。床と平行じゃなくなりました。でなればちゃんとこの本はここに乗っかってるように見えるんじゃないか。やっぱりそう長くなりがちなんだよね、横幅がね。そんなに横幅長くない机、多分あんまり机長くしちゃうと自然に見えてくる。圧縮具合みたいな。そう、圧縮具合だね。そう横に見えてくるっていうものっていうのは基本的にすごく薄くなるんだよなっていうのをどっかで感じているといいと思います。常にそれは頭の中で心がけることの一個かもな。そんなに見えないぞと心を落ち着かせる。なんか分かっていながら伸びるんですが、もう対策としては心がけるって感じなんでしょうか。そう見えないとそんなに横見えないよみたいな。勘で適当に近づけちゃった。勘でこれはなぜかというと、これも多分圧縮具合だね。いやまあ窓が遠くにあるんだったらいい、だけどこの縮尺を考えると、もう扉机のすぐ脇に窓があるんだったらもっと手前に見えてくるだろうなみたいなのを感じ取った。それはまあ机の足がここにあるからすぐそこにあるでしょうよみたいなやつです。ね、窓の後にの線ってどうなってんじゃってなるじゃないですか。で、それどうなってんじゃって分かんない線は分からないまま描く。自分でもこれ何書いてんだろうって思いながら適当な線を入れておく。そうすると意外とそれがそれなりにそれっぽい線に見えていくので OK だよという感じ。布とかはやっぱり当然定規とかでは描かない。なんかフリーハンドとかの方がいいような気がしています。その素材感なんだよね、やっぱりね。素材に合わせてテクスチャーに合わせて定規使うか使わないか、布団とかで定規とか使っちゃうとどうしても硬くなっちゃうんでね。とは言いながら重力もあるからそんなにあれなんだけどね、ふわーんってしてるかっていうとそんなにはないけど、今僕は次の収録が控えていて、まあちょっとそうするとどんどんこういう場合は荒くなっていくんだけど、そうするとフリーハンドがどんどん増えていくんだね。ザクザク。ある意味締め切り前の再現になっているかもしれない。そうなんだよね。でこういうところに出てくる円とかもね、そんなにだからあんま見えないんですよ。円だからといってでもカーブが見えるわけではないっていうか。で大体できたよ。であとはもうここで細かくベタに塗っていくと結構濃くなって、なんか仕上げが大事なんじゃないかなと思ってます。どこをベタにするのか。変に線が目立つところとかはもうベタにして黒いものなんだっていうふうにしちゃってもいい。線がわさわさいっぱい重なって気持ち悪く見えるようなところがあるんですよね。例えばここら辺の椅子のディティールが細かすぎてなんか今ちょっと目立つなっていうぐらいだったら、例えばこの椅子の裏側のここのラインとかをベタにしちゃうみたいな、ここのラインがベタに見えることってもしかしたらないのかもしれないんだけど、でも減らしていくっていう時にありかもしれない。そういう処理をしても線が目立てば目立つほど
絵っぽくなっちゃうんですよ。こうやってその線を今あえて太くして影っぽくしていってるのね。この辺に出てきてるここも今の段階ではまだ線に見えるんだけど、ここをちょっと太くしてあげれば影に見えて線が消えていくと思うんですよね。なるほど。煩雑に見えている線を影にしていくっていうのってありかも。ちょっとここら辺も注目してほしいんだけど、今ここに2本の線があって、これも今いかにも線なんだけど、ここの間をベタにしてしまえば、もうこれは線ではなく影に見える、そういうことなのだ。絵じゃなくて人が見た画面っぽさにするために線を減らすみたいな。そういうことです。すごい高度な話をしている気がする。ここにカーテンに入るベタにしたらちょっとベタな量多かったね、今ね。ちょっとそこら辺を修正したいんだけど、言いたいことはそういうこと。こういうところなんだろうな、それもあんまり見えないんだよね。この線は椅子の厚みの線。そうそうそう、椅子の厚みの線とかあんまり見えないんですよね。そうですよね。輪郭を表してる線より厚みの線って見えないので、それは火消して。こんな感じですかね。さあ、この微妙な違いがすごく微妙な違いになってしまいましたね。アリトルですよ。再度横に見えるものはぐっと圧縮し、あとは細かく見えてくる細い線がいっぱいあるところはもう全部ビッて塗りつぶしちゃうことによって、そこを影に見せる、シャドウに見せることで整えていく。そうすると絵っぽくなくなっていく、よりリアリティブラッシング。基本的なパースを揃えて、モードのね大きさのスケールをちゃんと合わせると。それかもしれない。描いていくうちに机の高さだったんだなっていうのに気づきましたね。そういうことだ、はい、じゃあみんな頑張ってルームを描いていこう、ライティングルームプリーズというわけで、ウェルカムルームじゃなくてもいい、ウェルカムYour ライティング作品待ってるよ。じゃあまたね。画面右下に Z ボタンあるので Please Push、 画面下にスマートフォンの場合は Red ボタンがあるので Please Push。 あとは Patreon とかもあるよ。日本語でやってる講座を英語にしたいんだ、待ってる。じゃあまたね。